僕じゃなくてリコさんが仕込むんですよ、僕がいない間に。さて趣味でカメラをやってる人ならこれ副業にできるんじゃねって思ったことがある人はね、少なくないんじゃないかなと思います。なので今日はカメラで副業、それにねちょっと興味があるよって方に向けて、僕が去年まではね週末の副業として活動していた経験をもとに少しねお話ししてみようかなと思います。マネタイズできるならこれねした方がいいと思うんですよ。理由は2つあって、で1つはカメラをね、趣味としてかなりお金がかかるっていうこと。例えば最新のカメラとかレンズとか、ライトだジンバルなどもうほんとね様々な製品が毎月発表されるたびにやっぱ使って試したくなるじゃないですか。またどこかに撮影に行くにも、旅費はかかるし、モデルさんや役者さんにお願いするにもねスタジオを借りるにもほんとねもう全てのことにお金がかかっちゃうんですよ。でもう一つは圧倒的に成長できるってこと。カメラが好きなんですから、その向上心や費やす時間っていうのを趣味で終わらせるにはあまりにももったいないんじゃないかなって思いません？仕事にしたら、楽しめなくなるって思うかもしれないですけど、確かに本業としてやるなら生活がかかってくるんで、それは嫌な仕事でもやらなきゃいけなかったりとかっていうのも、あるとは思うんですけど、副業でやる分には本当ね自分が楽しんでできそうな仕事だけ、それを選んでやればいいんですよ。カメラを、マネタイズする方法っていうのは、本当にもうめちゃくちゃあると思うんですけど、でも大きく2つに分けると、企業とか、個人とか、またはカメラマンから依頼を受けて撮影やアシスタントをするっていうような、いわゆる B2B スタイルのものと、もう一つは自分のこのスキルっていうのを人に教えてみたりだとか、あとは写真集とかプリセットみたいな物販をしてみたり、あと YouTube で発信してね、広告費を得るといった、そのクライアントがいないタイプのいわゆるB2C っていうスタイルですね。僕はね最初ただのやっぱり趣味としてねマネタイズも意識せず YouTube に動画作品を投稿するっていうところから始めたんですけど、じゃあ僕は今広告費でマネタイズしてるかというと、そうではないんですよ。もちろんこの広告費は入りますけど、正直YouTube の広告収益っていうのはかなり微妙で、そもそもカメラ系は市場規模が大きくないので、はっきり言ってその他の方法の方がよっぽど時給はいいと思います。 YouTube を収益化するっていうなら基本的にはタイアップっていうのが中心になってくると思うんですけど、僕の場合はですね大体登録者数が3万を超えたあたりぐらいから、製品提供プラス、報酬をちゃんといただけるような形で依頼が入ってくるようになったかなと思います。やっぱり最初の頃って機材にお金もほとんどかけられなかったので、そういった依頼にね僕の初期の創作活動っていうのはかなり支えてもらいました。でマネタイズできるようになってようやくねプロ用のカメラだとかレンズとかあとはドローンなどのね、機材が購入できるようになって、で撮影もそれこそ海外に行けるようになったりだとか、作品のクオリティや、スケールっていうのが、その頃から大きく向上したからなのか、そのタイミングで一気に登録者数が伸びたんじゃないかなって記憶してます。で僕がカメラでマネタイズをしようと思って一番最初にやったことなんだと思います？音楽。そう、僕らには商用利用が可能な音楽が必要です。というわけで、今日の動画はですねアートリストの提供でお送りしています。映像を作るのにBGM なり効果音っていうのは、必ず必要になるんですけど、アートリストは、個人商用を問わず使えるロイヤリティフリーの音楽が、ダウンロードし放題のサービスとなってます。でアートリストの提供する楽曲はYouTube に上げても著作権侵害の警告を受けることもないし、音楽が使用された動画データをクライアントに納品して使ってもらうことだってできます。でさらに音楽だけじゃなく動画のクオリティを引き上げるような、サウンドエフェクトとか、ストックフッテージとか、あとはテンプレートとかもね契約するプランによってはこちらもね無制限に使用することができます。動画クリエイターとしてマネタイズを始める上で、良いレンズとか
か、カメラを揃えるっていうことも、もちろん重要ではあるんですけど、まず一番最初にこの音楽周りの著作権をなんとかしない限りには本当にね、BGM もない寂しい感じの動画になってしまうので、一からね音楽も自分で全部作れるよって方以外はぜひね概要欄のリンクの方からチェックしてみてください。概要欄のリンク経由で年間プランに契約してもらえれば2ヶ月間無料期間がついてくるので、この機会にぜひということで、これもね僕の YouTube のマネタイズ方法の一つですね。短いCM を挟むことで、広告料をいただいてるわけなんですけど、そういうわけでアートリストさんいつもありがとうございます。僕もね本当に普段から使っているので皆さんにねおすすめしているわけなんですよ。なのでこうしたウィンウィンウィンな関係を作れるっていうことが一番ね大事なんじゃないかなというふうに思います。で、話を戻しますと、最初にお伝えした通り YouTube のスポンサード以外にも、正直マネタイズの方法っていうのはいくらでもあります。B2C は副業としてねマイペースにこなせる一方で、やっぱりマネタイズできるようになるまでそれこそ年単位の時間がかかります。一方でB2B で撮影の依頼をこなすっていうのは、これはすぐにでもマネタイズができるので圧倒的にねハードルは低くなるかなと思います。もちろんねB2B でも SNS を活用して、露出を高めることができれば、それは依頼をくれるクライアントの目に留まりやすくなるので、SNS にね作品をアップしている方ならプロフィール欄にお仕事のご依頼はこちらとメールアドレスをちょろっと記載しておくだけでも、この人仕事を受けてもらえるんだっていう風に認識してもらえるので、まずねそれも非常に重要なポイントかなと思います。で、最初は実績もないので依頼をただ待ってるだけじゃなくてですね、そのランサーズとかそういったねマッチングサービスから始めてみるのも結構いいと思います。単価も数万円から数十万とあるので、副業として月に数日稼働して10万20万稼ぐっていうのはそんなに現実離れした話ではないんじゃないかなと思います。で、ここまでマネタイズの話をしといてなんなんですけど、僕はカメラをね副業する上で収益以上に重要なのは趣味でスキルを磨くよりも圧倒的に上達が早いことだと思ってます。趣味だと自分の目の前にある好きなことにしかやっぱりね取り組まなくなっちゃうんですけど、仕事ってなると依頼に応えるために普段とは違う考え方でさまざまなテクニックっていうのを駆使する必要があるので、結果的にはいろんなチャレンジをすることができて、そのクリエイターとしての引き出しがね圧倒的に増えるんじゃないかなと思います。僕らがやっぱりプロの仕事を見てすげえなって思うのは、もちろんそのプロの腕がすごいっていうのもあるんですけど、やっぱり彼らもプロとして仕事をこなしてきて、でそこでスキルを磨いて、で撮影の規模も大きいからこそ、趣味では撮れないようなものが撮れたりとするので、それでみんながやっぱりすごいなって思うわけですよね。でそんなプロの仕事を見て俺もやってみたいと思ったら、趣味ならお金を出して自分でね学んだり撮影をしたりとかっていうする必要があるので、お金をいただいた上でそういった経験ができるっていうのはもうこれ以上ないと思うんですよ。でもね全く実績がなければもちろん誰が依頼してくれるんだって話なんで、今趣味として活動していることが、今後の仕事につながるかもしれないと思って作品をインスタグラムや YouTube に投稿するなりしてポートフォリオっていうのを充実させていくっていうことが重要かなと思います。その機会に例えば自分がどういったことなら楽しんでできるとかね、仕事にもいろいろなジャンルがあるので、こういったことなら仕事でも全然楽しめると思うものを探すのも一つ重要かなと思います。やっぱりね僕の知り合いのクリエイターさんとか見てても趣味の時にその自分のスタイルっていうのを確立して、でそれがそのまま仕事になったって人はね本当大勢いますし、ぶっちゃけ僕自身もやっぱりそうだったので、ぜひね皆さんにも、そういった形でチャレンジしてほしいなと思います。さて実はこんだけ喋ってもまたねもともと考えてた内容の半分くらいなんですよ。他にもねフリーランスになるには、どのくらいの収益が見込めるようになってからなるべきかとか、あとはアーティストと、その受託系クリエイターの仕事の違いだったりだとか、それぞれのね戦略はどうするべきかとか、
いろいろこう話のネタは考えてたんですけど、正直長くなりすぎるんで、またそれはね、別の機会があればお話できればなと思うので、もしね、興味があるという方は、いいねボタンを押していただくなりしていただければ、はい、ありがたいです。またね、なんか他にもこんなこと聞いてみたいなということがあれば、ぜひね、コメント欄でコメントを書いてもらえれば、これはいい質問ですねということであれば、今後動画内でちょっとね、回答するコーナーを設けてもいいかなと思っているので、なんかお気軽にコメントをいただければなと思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上となります。それではまた、次の動画でお会いしましょう。ピース。